まだ残暑厳しい2023年9月上旬、長男の赴任先の北海道へ行くことにしました。高松空港から LCC を乗り継いで新千歳空港を目指します。長男に会うのも楽しみですが、北海道で美味しいものをたくさん食べたい。まずは高松から成田を目指します。成田空港に到着。第3ターミナルの長い廊下を進みます。無機質な感じの長い通路、ダンジョンですね。とりあえず荷物を再度預けてお昼ご飯を食べに行こう。平日ですがフードコートは大にぎわい。香川県の有名うどん店の支店ですかね。暑いので冷やかけをいただきます。岡山県民もうどん好きです。出発まで時間があるので空港内をお散歩します。最近のガチャガチャは面白いな。なんと北海道土産が売っていました。最近のお土産は洗練されていますね。第2ターミナルまでウォーキング。成田空港はポケモン推し。至る所にポケモンが描かれています。私はピカチュウくらいしか知らないのですが、ポケモン回廊どこまで続くのかしばしご覧ください。第2ターミナルもピカチュウいました。よく歩いたので第3ターミナルに戻ります。すっごい長いけど壁画も廊下の長さ分続きます。ようやく第3ターミナルに到着です。成田空港から新千歳空港へ。飛行機の飛び立つ瞬間が好き。まだまだ夏の雰囲気、日差しは強いです。ジェットスターは荷物のオプションを選ぶとおやつがおまけで出ます。マネケンのワッフルとコーヒーいただきます。津軽海峡が見えてきました。そろそろ着陸です。
およそ1時間半ほどで到着。新千歳空港は明らかに涼しい気がします。予約していたレンタカーを借りて札幌に向かいます。トヨタのパッソ、扱いやすいです。札幌に向かう途中に麺や雪風に立ち寄ります。私は辛味噌ラーメンに決めました。来た来た、いい匂いがします。夫氏はジンジャー味噌ラーメン、これも美味しそうでした。味噌のコクと辛みがマッチして美味しかった。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。今日の宿泊場所に到着。再開発中の新札幌に今年オープンしたホテルです。新札幌駅前ですが、とても閑静です。落ち着いた雰囲気。チェックインを終え、お部屋に向かいます。お部屋も必要十分で良いですね。ちょっと探検してみましょう。ホテル直結の長い回廊。データが飛んでいたので翌朝歩きました。まだテナントが入っていないので人通りが少ない。駅前のビルなのに人がいなくて不思議な感じでした。ほとんど移動の1日目が終わりました。明日から本格的に観光です。北海道旅行2日目。宿泊していたホテルを早々に後にして長男の赴任先の帯広市を目指します。ちなみにホテルの朝食は北海道の味覚が味わえるバイキングで、とても美味しく朝からしっかり食べました。本当にほとんどの食材が北海道産で、
さすが食料自給率 200% 超えだなと思いました。せっかくなので高速道路を使わずに景色の良い国道274号線を走ります。まっすぐで一面の畑が広がる景色に北海道の雄大さを感じます。長男とは夕張市の道の駅夕張メロードで待ち合わせをしているのでそちらを目指します。1時間半ほどで目的地の道の駅に到着。メロングマのラッピングバスとご対面です。道の駅内ではメロングマが檻に入っていました。近くにあるメロングマの家を訪れます。とてつもない野生と生命力を感じる眼力。ゆるさのない造形はクマに対する畏怖の表れか。こちらの子グマは可愛らしいですね。長男とも無事合流できたのでここからは道東自動車道を走ります。道東道はほぼ片側1車線の道路が続きます。途中緊急工事があり道東道を降ろされました。早く帯広市に到着したいという気持ちもありましたが景色を楽しめる一般道を走るのも嬉しいですね。途中通った日照峠の景色がとても美しかったのですが機材トラブルで撮影できていませんでした。景色を楽しんでいるうちに帯広市が近づいてきました。帯広市街に入ったところでお昼ご飯を食べることに。ずっと行きたいと思っていたカレーショップインデアン。値段間違ってるんじゃないかと思うくらいお手頃価格。早速注文です。私は迷わずインデアンカレー。夫氏はカツカレーを注文。これも美味しそう。マイルドな中にも爽やかな辛みがあり、とても美味しいカレーです。あっという間に食べてしまいました。ごちそうさま。ホテルで早めのチェックインを済ませ、長男の車で次の目的地へ。本当に雄大な景色、見飽きません。次第に町からは離れ、高原へと向かいます。ここは日本一広い公共牧場、内帯高原牧場。どこまでも広がる緑の絨毯と淡い空のコントラストが綺麗です。頂上にある内帯テラスに到着。早速中に入ってみることにします。全面ガラス張りのテラスから望む景色が美しい。フードメニューも充実していて景色を眺めながら飲食できます。ソフトクリーム食べちゃいました。良い景色を見ながら食べるとさらに美味しく感じます。本当に美しい景色、しっかりと目に焼き付けます。帯広市街に戻る前に道の駅上士幌に立ち寄りました。こちらの道の駅は満足度第1位になったこともあるそう。毎年バルーンフェスティバルが開催されるみたい。非常に凝った作りの店内、人気があるのもうなずけます。お土産物も地元産の食材など豊富でした。
はバスツアーにも参加できるみたい。今回は利用できませんでしたが、レストランの食事も美味しそう。夕方になり、ホテルに戻りました。これから夕食。特にお店も決めていないのでブラブラ歩きます。良い店構えが気になった宴の一心に入ることに。お通しで出てきた長芋のそうめん風。麺みたいだけど歯切れの良い食感。わかめの刺身。マグロ丼。下の敷物が北海道型でおしゃれですね。十勝名物牛トロ丼。すりおろした山わさびと食べると最高でした。北海道産戦国ハートのたたき。北海道産炙り牛レバー。臭みもなく美味しかったです。食事を終え、外に出るとホテルヌクカの馬車バーに遭遇しました。ひづめの音が夜の街に響き渡ります。今日最後に北の屋台を歩いてみることにしました。いろんなお店があって目移りしてしまいます。帯広市で連泊となるため、明日食事をするお店候補も見つかるかな。ホテルに戻ろうと思ったら十勝の長屋も見つけました。こちらの飲食街は存在を知らなかったのですが、北の屋台と似たような雰囲気ですね。こんな感じで2日目が終わりました。明日は引き続き帯広市周辺を観光していきます。北海道旅行3日目。今日は道の駅音更からスタートです。ちなみにこの日の朝ごはんはこんな感じ。2022年に移転オープンした道の駅音更。ちょうどサルビアが咲いてて綺麗です。でっかいモニュメントが印象的。綺麗に整備されてますね。なん
なんとなく某 VTuber に似ている気がする大袖くんと一緒に撮影。お土産物を見ていきましょうかね。ここにもいたんか、大袖くん。十勝地方で人気のマスヤパンさんがありました。どれも美味しそうで目移りしますね。音更町に工場のある四つ葉バター。ブロッコリーラーメン気になる。定番から変わり種までたくさんのお土産があって楽しいです。豚丼のタレは1本買いました。お目当てだったのは四つ葉バター。クール便で発送します。ゴジラ音楽の作曲家の伊福部昭さんは音更町にゆかりがあるのですね。お土産もしっかりゲットしたので次の目的地に向かいます。十勝牧場の白樺並木に来ました。子供たちとここを歩いてみたかった私の夢が叶いました。これぞ北海道って感じの景色ですね。直線で 1.3km も続くんだそうです。次に来たのは六花亭帯広本店。マルセイバターサンドをいただいたことはあるのですが、こんなにお菓子の種類があるのは知りませんでした。六花亭のお菓子ってこんなに種類あったんですね。やっぱりバターサンドが美味しいから買っちゃいますね。さて、六花亭の本店に来たのには訳がありまして、併設のカフェでしか食べられないスイーツを食べにやってきたんです。私オープンから満席のカフェ。なんとか席に着けました。そしてついにご対面できたマルセイバターサンドアイス。カフェのメニューに載っていなかったのですが、店員さんに尋ねたら普通に注文できました。美味しさが約束されたビジュアル。夫とシェアしましたが、上品な甘さで美味しかったです。そして帯広の森という名のパンケーキも食べました。こちらはふわふわしっとり食感でした。ずっと行きたい場所だったので訪問できて大満足です。続いて万栄競馬場にやってきました。バンバくんと記念撮影。未来の競走馬たちなのかな。みんなかわいい。お馬さんたちとの触れ合いを楽しみました。
昔は動物が苦手だった子どもたちも楽しんでいました。福助さん、かなりの巨体です。今日は開催日なのですが、時間が早いので場内の見学だけしようと思います。続いて池田町ぶどう酒研究所に来ました。中の見学もできました。静かでひんやりとしたワイン工場の中をのんびり見学です。私が生まれた年のワインも貯蔵されていました。とてつもない量積み上げられたワインの瓶に圧倒されます。熟成ダルの木はフランスから取り寄せているのかな。工場を抜け売店に到着しました。十勝地方のワインたちが勢ぞろいです。最上階には展望スペースとレストランがありました。小高い場所にあるので景色がとても綺麗。雨に濡れた景色もまた良きですね。素敵なテーブルがあったので少し休憩。良い時間になりました。今日の晩ご飯はこちら。元祖豚丼のパンチョーさんです。ひっきりなしにお客さんが入っていきます。松竹梅の並びではなく価格で量が変わります。なぜこの並びなのかは素敵なエピソードがあるので、ぜひお店で確認してほしいです。こちらは夫氏が注文した花。お肉が丼からはみ出していますね。十勝名物の豚丼、絶対食べようと思っていました。炭焼きの豚ロース肉にタレがしっかり絡んでいますね。美味しすぎて正直もう一杯でも食べられそうでした。ごちそうさまでした。人気すぎて入店できるかわからなかったのですが、訪れることができて嬉しかったです。2日目、3日目で十勝地方を満喫。4日目は再び札幌へ向かいます。4日目、今日は帯広から小樽に移動しました。小樽港の辺りに車を止め散策開始です。小樽運河の遊覧船はお客さんでいっぱいでした。夏の小樽運河もなかなか良い景色ですね。次の遊覧船がやってきました。またたくさんのお客さんが乗るのかな。
ちょっと運河沿いを歩いてみることに。絵はがきを売っている露店がありました。小樽に来た記念に2枚ほど購入。素敵な絵画たち。作り物かと思ったら本物のカモメでした。運河クルーズのチケット売り場、次回満員のため断念。暑いので涼を求めて流月のお店に来ました。何にしようかな。十勝小豆ソフトにしました。くつろげる店内、涼しい。三方6型のベンチがおしゃれです。当分チャージしたので再び散策。歩道は観光客でいっぱい。活気があります。さっきソフトクリーム食べたけどまた食べたいかな。ルタオのお店がありました。ちょうどハロウィーンのお菓子の時期でした。歴史的建造物の中にいろんなお店が入っていて、小樽はとても見どころが多い場所でした。機会があればもっとゆっくりと見たかったな。夜になり、最後の宿泊地札幌へやってきました。私はこの角度から街を撮りたかったので大変満足です。名所というからには行くしかないですね。とはいえ今日は見学だけ。ラーメン食べたいのですが、札幌に来たらジンギスカンと決めていました。入ったのは夜空のジンギスカンというお店です。平日だというのに予約でいっぱい。羊肉の美味しさに言葉が出ません。1時間ほどの滞在でしたが大満足でした。お腹がいっぱいになったのですが時間があるので散策です。札幌タワー周辺は晩夏のイベントで大にぎわい。展望台から夜景を眺めることにしました。整然とした札幌の街並みが美しい。彼の名前はテレビ塔さんというそうです。旧札幌農学校演舞場も見学します。素直に時計台と言った方が良いですね。歩いたら小腹が空いたのでごまそばを食しました。とうとう最終日です。札幌場外市場で海鮮丼を食べます。
ウニを見せつけながらいただきます。空港に向かう前にクラーク博士に会いに来ました。丸っこい羊が可愛いです。というわけで4泊5日の北海道旅も終わりです。楽しい思い出をありがとうございました。今度は冬に行ってみたいな。長らく動画にお付き合いくださりありがとうございました。